皆さんこんにちは、エリです。ちょっと動画空いちゃって申し訳ないんですけども、今日は PFC バランスのお話をしていきたいと思います。皆さんコンビニとか、あとお弁当屋さんとか、あとは一部の飲食店とかで成分表記って見ますでしょうか？見ても、カロリーだけ確認してるっていう人も多いかなと思います。で、成分表記って、こんな感じですよね。で、カロリーとかタンパク質、脂質、炭水化物とかが何グラム入ってるかっていうのが、お弁当とかの表記ですねに書いてあることが多いと思います。正直そのタンパク質、脂質、炭水化物だけでその体が変わるとも言い切れない。そこが大きいですけども、もちろんビタミンとかミネラルとか食物繊維とかも私はすごく大事だと思っているんですけども、そうは言ってもやっぱり大事で、ダイエットとかボディメイクのもう基礎中の基礎なので、ちょっとここは押さえておいてほしいなと思います。この動画でタンパク質、脂質、炭水化物の目安量を知ってもらって、外食でもお弁当を買う時でも取らないものを選べるようになっていただければなと思います。はい、まず PFC の基本なんですけども、この PFC、タンパク質、脂質、炭水化物、この3つは三大栄養素とかエネルギー産生栄養素とか言われていて、人間の体になくてはならない栄養素のうちのエネルギー源となる3つの大事な栄養素になります。で、体を作るだとかエネルギー源として使うホルモンを出すとか、いろんなものに大事な栄養素なので、どれかをダイエットするからって全カットするとか、そういったことは避けた方がいい。ちゃんと全部取った方がいい栄養素になります。で、それぞれエネルギーになるっていう話だったんですけども、タンパク質 1g で 4kcal、脂質 1g で 9kcal、炭水化物 1g で 4kcal のエネルギーを作るものになります。アルコールとか、そういう特殊なカロリーがあるものはあるんですけども、基本的に食材でエネルギー源といったらこの3つなので、この3つがどのぐらい入ってるかで計算して導き出すこともできます。で、このバランスがどういうバランスがいいかっていうのを厚生労働省とかも出してるんですよ。どんなバランスがいいか。このいいかっていうのは、多分健康的な生活をするためのバランスだと思うんですけども。で、これがそのカロリーの中でですね、カロリーに対するパーセンテージですね。グラムじゃなくて。タンパク質が13から 20% で、脂質が20から 30%、炭水化物が50から 65% が良いというふうに厚生労働省が定めております。これを実際の数字に起こしてみたいと思います。で、皆さんどのぐらい1日のカロリーの摂取しているかとか、摂取目標とかどのぐらいかっていうのがちょっとわからないんですけども、女性でちょっとダイエットしている人で、1500キロカロリーとします。タンパク質 48g から 75g、 脂質 33g から 55g、 炭水化物 187g から 243g にさっきのパーセンテージから起こせます。1500キロカロリーよりももっと多く取ってる人も、男性の方とかもっと多く取りますよね。なのでちょっと他の場合も載っけておきますね。こんな感じです。実際私がどのぐらい目安にしてるかっていうのを紹介したいと思います。私はその健康的だけじゃなくて、ボディメイクとかダイエットとか、そういうところも気をつけたいというふうに思っているので、提示されたパーセンテージのバランスっていうのを自分なりにちょっとアレンジしています。自分の目安値を決める中で、タンパク質って筋肉つけるのであれば、体重グラム ×2 ぐらい取った方がいいとか、すごい筋トレするんだったら3倍食べた方がいいとか言われてきたりとかするんですけども、最近はそんなに取らなくてもいいよみたいな研究とかもあったりして、タンパク質も食べ過ぎても消化不良を起こすとかあるので、私の感覚だと体重の 1.5 倍より多く取ってるぐらいの方が、運動とか、ボディメイクの面で調子が良かった気がするので、私は体重 ×1.5 を、運動してる人は取ることをお勧めします。例えば体重50キロだったら75から 100g ぐらいですね。はい。で、脂質は40ぐらいは取っています。昔かなり脂質をカットしてた時もあったんですけども、お肌とかいろいろただ痩せるっていう部分以外のところであまり良くなかったかなと思っています。
結構ホルモンとかの、分泌の調整とかもやるような役割を持っているので、特に多分女性はカットしすぎない方がいいんじゃないかなと思っています。 40g よりも下回ってもいいけども、40g は目安値として、取っていいかなって思ってます。炭水化物についてはお米とかであれば私は正直そんなに気にしていなくて、野菜とかもりもり食べてタンパク質もしっかり取った上で食べれる量の炭水化物を取っています。そういう意味でも感覚的に普段は食べていますけども、数字で起こすと200から 250g とか取ってますかね。1食分1日3食で3で割るとだいたいタンパク質 25g、 脂質 13g、 炭水化物 70g とかになります。でさっき言ったように私もうちょっとカロリー取ってる時全然あるので、その場合は脂質はそんなに上げないでタンパク質とあと炭水化物を増やすっていう感じで調整していることが多いです。実際にコンビニでちょっとお弁当をちょっと買ってきたので、夜のお弁当がどのぐらいの PFC バランスなのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。まず1個目、のり弁を買ってきました。こんな感じ。1個819キロカロリー、そもそもカロリーが高いですね。でタンパク質が 22.3g、 脂質 27.1g、 炭水化物が 124.9g。 これはこのカロリーの中では中タンパク質、高脂質、高炭水化物だと思います。こればっか食べてたら太るよねっていうやつですね。いや全然たまに食べる分には何の問題もないと思うんですし、私もこういうのもたまに食べるんですけども、このお弁当の中でさっきの私の目標のバランスですね。1食 25g 以上のタンパク質、脂質は 13g いかないぐらいで、炭水化物は 70g ぐらいっていう風に食べようと思ったら、炭水化物のところはお米を半分じゃなくったとしてもお米を結構残しちゃえば目標値に達するかなと思うんですけども、タンパク質を増やして脂質を減らそうと思うと結構困難だと思うんですよ。もうこれ一緒になっちゃってるので、多分脂質減らそうと思ったら同時にタンパク質も減るみたいな感じですね。でやっぱりお肉って油多いし、あとその揚げ物とかその調理する際に油使うことがすごく多いので、高タンパク低脂質っていうのは結構難しいんですよね。自分で作る時も気をつけないといけないし、特にお弁当とかだと油が多いお弁当が多くて脂質の方が多くなっちゃう、どう頑張ってもみたいなことが多いです。でちょっと今回のり弁だったので、それは脂質多いでしょ、油もんだもんってなると思うんですけども、例えばこれ以外だと、結構お弁当他でも見たんですけども、やっぱり脂質は 20g 以上のものは多いですね。あと洋食のグラタンとかだとなんか 30g ぐらいあるご飯とかもありました。で次、じゃあ脂質が全然ないものを買おうと思ったらどんなの選びますか？私だったらこういうのを選びます。そば。これは、1個あたり300キロカロリー、タンパク質 12g、脂質 2g で炭水化物が 60g。そもそもカロリーも少ないし、脂質は 2g ですごく少ないです。ちょっと少なすぎるぐらい少ないです。でもタンパク質も足りないんですよね。なのでこれは低タンパク質、低脂質、高炭水化物の食べ物です。大体そうなんですよね。高タンパク低脂質なご飯ってあんまりないんですよ。で、私がこれ食べようと思ったら、これだけじゃタンパク質足りないなってなって、でも脂質も増やしたくないな。正直 2g だったらもうちょっと脂質増やしてもいいんですけども、脂質をそんなに増やさないでタンパク質増やしたいなってなると、やっぱり結局こういうものをね追加することになるんですよ。サラダチキン、これはエネルギーが59キロカロリー、タンパク質 12.5g、 脂質 1g、 炭水化物 0g。 タンパク質だけって感じなんですよ。タンパク質と水とビタミンみたいな感じ。これでやっと 25g ぐらいのタンパク質量になります。
で、私だったら栄養とかあと脂質ももうちょっと取ってもいいなとか考えて、卵か納豆も買います、私だったら。最近はちょっとセブンとかも高タンパクなご飯とか出してて、多分前よりは PFC バランスが良いものも出てきてるかなという風な印象は受けるんですけども、やっぱりそれでも普通に何も考えないで食べてたら脂質多いものを食べてるなっていう風に思います。重たいとか言っても私のさっきの基準をクリアするのが爆弾丼ぐらいしかなかったんじゃないかな。爆弾丼ぐらいしかなかったかなと思います。私さっきの数値は本当あくまで基準値で体にってそこを守ってるわけでもないので、全然食べるんですけども、やっぱり難しいんだなって思いながら食べてます。なので、私が作る時にはそれをなるべく自分の理想のバランスでかつ美味しくなるようなものっていうのを作ろうとしてて、結局自分の自炊が一番良い。はい、そんな感じで今まで PFC バランスとかあんまり考えてこなかったよ、気にしてこなかったよっていう人も、ちょっとお弁当買う時とか外食する時とかも気にしてみると、その積み重ねで体も変わってくるかもしれないです。ちょっと考えてご飯選んでみてください。はい、では今日は PFC バランスについてのお話でした。この動画が良かったよって方がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ではバイバイ。